こんにちは、ゆうかです。今私は東京駅に来てます。久しぶりに実家にこれから帰省するんですけど、ずっとやってみたかった青春18切符を使って各駅停車だけで電車で実家に帰りたいと思います。実家は静岡県の掛川なんですけど、掛川まで行きたいと思います。さっき緑の窓口で青春18切符の3回分を買ってきました。ちょっともう穴開いちゃってるんですけど、最寄り駅から東京駅までもうすでに使っちゃいました。値段は3回で1万円でした。特急とかは乗れないんですけど、今日は急がず焦らず参ろうと思います。それじゃあ向かいたいと思います。本当は夜行バスで帰ろうかなって考えてたんですけど、年末だからなのか結構混んでて値段も上がっちゃってて予約が取れなかったんですよね。せっかくだし青春18切符売ってる期間だから使ってみようと思ってちょっと買ってみました。それでは初めての青春18切符の旅楽しんでいこうと思います。今年は何度も東京駅に来たのに未だに道が覚えられません。10番ホームの東海道線から私の旅が始まります。なんか調べてみたら前までは好きな日に複数人で使うことができたみたいなんですけど、今年の冬からルールが変わっちゃったみたいで、連続する3日間か5日間の使用のみで、しかも1人だけしか使えないらしくて、ルールがね変わっちゃったみたいなんですよね。だから私連続して使用しなきゃいけないのは調べて分かってたんですけど、複数人で使えないのを知らなくて、実家に帰ってお母さんとお父さん連れてどっか行こうかなって思ってたから、ちょっとどうしようと思って急遽予定を考えなきゃいけなくなりそうです。10時18分発の熱海行きの列車に乗車します。うまくいけば乗り換えは2回で済みそう。でも私乗り換え見せるの大得意なので、盛大に間違えたらすみません。1本目の列車は座れなそう。覚悟を決めていきます。人混み本当に苦手なんですけど、顔に出さないように頑張ってます。なんとか座りました。助かった。それじゃあ熱海に向けて出発。今日はお天気も良くて絶好の旅日和です。車窓からの景色も楽しみながらまったり向かいたいと思います。品川を越えて今は蒲田のあたりを走ってます。私電車乗るときいつもこの辺に住んだらコンビニセブンかとか、あのマンションの家賃高そうとかいろいろ妄想しちゃうんですよね。それで気づいたら乗り過ごしちゃってるっていう。今日はやらかさないように気をつけます。出発から30分くらい経って横浜駅に到着しました。横浜で降りる人が多くて、ついに念願の角席をゲットしました。ここからは私の時代です。これはうとうとしてるわけじゃなくて、次の椅子取りゲームに備えて体力を温存してるんです。あと5時間頑張ります。次は1回目の乗り換え駅茅ヶ崎です。果たして無事に乗り換えられるのか、緊張の瞬間です。茅ヶ崎着いた。なんか横浜過ぎたあたりから結構人も減ってきて、めちゃ普通に快適で眠くなっちゃったちょうど電車座ってるところがお日様に当たってポカポカして気持ちいいんだよね。次は6番線の熱海行き。このままか、ここにいたらいいのか。ここで待ってたら熱海行きの電車が来るっぽい。寒い。外が寒い。次の電車まで少し時間があるので、あったかい飲み物で回復します。
出発からまだ1時間しか経ってないので、ここまでは予想通り楽勝ですね。ホームが寒いこと以外は順調な滑り出しです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。ほうじ茶で一杯やってたら電車到着のアナウンスが流れてきました。私の地元だったらありえない感覚で電車がやってきます。さすが関東してます。満員とまではいかないけど結構混んでますね。椅子取りゲーム予選敗退です。やばい、座れる気配が全然ありません。茅ヶ崎から熱海まで1時間あるので、ここは何としても座りたい。空いてなさすぎてこの表情です。と思ったら目の前に空席が。すかさず滑り込みました。少し遅めのクリスマスプレゼント。茅ヶ崎を出発して小田原に向かってます。本当は小田原駅のホームにある松竹林っていう立ち食いそば屋さんに行きたかったんだけど、調べたら2018年に閉店してました。ショック。でも今日は時間だけはあるので、途中駅で何か美味しいものを食べていこうと思います。お腹空きすぎてやばい。立ち食いそばの気分でした。熱海に到着です。東海道線関東三島方面3番線12時34分発浜松駅です。当線は1番線から12時24分発下田駅です。熱海着いた。やっと半分まで来たかな。すごい。何の列車なんだろうこれ。かっこいい。ちょっと一旦休憩しよう。結構長かった。ここまでだいたい2時間ぐらいかかりました。でも熱海だからもう静岡に入ったってことか。早いね。意外と、いや早くはないか新幹線とかと比べたら遅いけど、あと半分と思えばいけそう。なんか青春18切符って1回出てもいいのか。ちょっと休憩がてら出ちゃおうかな。熱海で途中下車してナスカの中にあるバンバン食堂というお店に来ました。メニューはこんな感じ。全部美味しそう。海鮮丼とか定食とかいろいろありますね。その中で私のお昼ご飯に輝いたのはじゃん、海鮮丼でした。めっちゃ美味しそう。青春18切符はこうやって途中駅でもプチ観光できるのがいいですよね。それじゃあいただきます。まずはもちろんサーモンから摂取していきます。美味しすぎる。さすが海鮮の町熱海。私の地元も静岡県なんですけど、静岡は横に長いので熱海まで来ることはあんまりないんですよね。熱海がこの辺で掛川はこの辺なので地味に距離があるんですよね。電車だとあとだいたい2時間ぐらいかかります。熱海はね、いろいろ観光しようかなと思ったんですけど、実は別で動画にする予定があるので、それまでお楽しみにということで。ごちそうさまでした。いやー、最高すぎました。よし、もう一回電車に乗ろう。
それでは青春18切符の旅再開です。次は12時56分発の浜松行きに乗車します。空いてるといいな。お腹いっぱいで動けないので椅子取りゲーム敗退するかも。めっちゃ空いてました。これなら掛川まで快適に過ごせそうです。この電車は間もなく出発いたします。発車までチャンネル登録をしてお待ちください。次は高評価を押さされます。熱海を出発しました。掛川まで1本なので電車を間違える心配もなくて安心です。今日こんなに晴れてるけど、こう見えて私前職雨女だったんですよね。無事に退職できました。出発する前はちょっと大変かなと思ってたんですけど、それ以上に楽しいが大きくて青春18切符にして大正解でした。富士市に入って窓から富士山も見えてきました。いつ見てもテンション上がる。新幹線から見るのとはまた違った良さがありますね。東田子の浦駅に到着。ホームから大きな富士山が見えました。天気も良くて電車の揺れも心地よくて、だんだん眠くなってきました。ちょっとだけ仮眠します。掛川に着く前に起こしてください。やばい、めっちゃ寝ちゃってた。終点まで来ちゃった。寝過ごしました。いやでも違うんですよ。青春18切符なら寝過ごしても大丈夫って伝えたくて、あえて寝過ごしてみました。せっかくなので浜松でちょっと買い物してきます。高校生の時は月1で遊びに来てたので、この辺は割と詳しいんですよね。浜松といえば浜松餃子、これも美味しいのでお土産におすすめです。実家へのお土産も買っていきます。東京から帰るのに浜松土産、無事にゲットしました。一野のイオンとかダダシティとかも行きたかったけど、お母さんがご飯作って待ってるから急ぎます。こんなところに一風堂を発見。美味しそう。ダメ、お母さんにキレられるのでやめときます。最後は浜松から掛川までの電車に乗車します。あと7駅、ラストスパート頑張ります。最後の椅子取りゲームは敗退ですね。本数が少ないのでその分人が多いです。
掛川駅に着きました。長かった。今何時だろう。今が16時21分なので、いろいろ寄り道しちゃったけど6時間くらい電車乗ってました。よかった、無事に着いて。ちょっと掛川駅の北口に来るの懐かしいな。新幹線で帰るときはいつも南口なので北口あんまり来ることがなくて、私ちょっとせっかくだからこの辺紹介してもいいですか。この辺がもうまさに私が高校時代に毎日のように見ていた景色なんですけど、なんか新しいお店がある。あれ知らないな。そっちに行くと天浜線っていう天竜浜猫鉄道、地元でしか走ってない電車があるんですけど、それに乗って毎日通学してました。で、あっちの方に行くとマクドナルドとかデニーズとかよくあるファミレスとかがあるんですけど、その辺で学校帰り友達と喋ったりとかもしてましたね。懐かしい。駅から出てあっちにローソンがあるんですけど、ローソンもね、学校行く前と学校から帰った後毎日通ってました。駅前に何個か居酒屋があるんだけど、大きくなったらこの辺の居酒屋通うことになるのかなって思ってたけど、まだ行ったことないな。いつか行ってみたい。この辺にねちょくちょくあるんですよ。そこの自転車の駐輪場、私が自転車止めてたところだ。せっかくだから天浜線見てみよう。いつか天浜線も動画にしてみたいな。これ天浜線掛川駅。天浜線は30分か1時間に1本しか来ないから、もう逃したらやばくて、毎日遅刻ギリギリでついてて、めっちゃ焦ってたな。めちゃくちゃ青春してたな。こんな感じで私の地元の紹介でした。ということで今日もみんな見てくれてありがとうございました。青春18がおすすめな人は、これから多分帰省ラッシュで新幹線とかめっちゃ混むと思うし、でも確か新幹線って年末年始自由席がなくて指定席だけになるとかあったよね。それだともっと高くなっちゃうから、やっぱ安く行きたい人とか、時間気にせずまったり行きたい人とか、普通に電車が好きな人とかにすごくおすすめだなって思いました。年末年始電車使う方増えると思うんですけど、みんな気をつけて実家に帰ったりしてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバーイ。